こんにちは、加藤です。最近ずっと無口に絵を描いてきたのに飽きたので、今日は解説しながら、喋りながら描いていこうと思います。はい、じゃあ早速行ってみようと思います。今日のモデルさんは右向き。どうしようかな。はい、こんな感じでいこうと思います。顔の正中線がだいたいこの頭の中心通るのがこの辺りで、顎の位置がこの辺で首へつながる。はい、髪の毛がちょっと巻き込んでいて見えないですけれども、この辺にエラがくる感じ。向こうの頬骨、頭部の塊は顎を先端にしてこの天頂というか、分け目じゃなくてつむじの部分ですね。多分この見えない裏側、ここからここまでの顎の先端からつむじのあたりをちょっと意識的にこういう卵型、こういう形の、ここが先端、ちょっと尖っている卵型を想定してみるといいと思います。で、見えないけれども多分額が始まるというか、髪の毛の生え際がこの辺かな。そして前髪が乗っかっていて、正中線って言いましたけど、眉毛と眉毛の間、そして鼻の位置、口の位置、顎の位置、大まかにちょっと当たりをつけておきます。目の位置この辺で、描き始めのこの段階でその大まかなプロポーションっていうか、配置ですね、各パーツの位置をしっかり確かめておかないと後から直すのは結構難しいので、髪の毛とかは上に乗っかっているものなので修正は楽ですけれども、それよりもその中の形ですね、揺るぎないというか動かない骨格の位置、顎の位置、鼻の位置、目の位置でこのつむじの位置、こんな風に見ておきましょう。あと本当はね、耳の位置もデッサンなかなか描き慣れないうちは耳が出てる、そういった、モデルさんの髪の毛のね、耳が出るポーズとか、顎のこのエラの位置が見える、そういった条件で描き始める方が形は取りやすいと思います。で、今右上から光が当たって左下に向けて影ができています。ほっぺたもこの辺までは光が当たっているんだけど、ここを頂点に、ほっぺたの頬骨の先端を頂点に左下に向けて影になっていると、こんな感じですかね。で、何度もね、顎の位置、口の位置、鼻の位置、何度も確かめながら、コツというとですね、書き急がないっていうか、ちょっとずつ進めていくように、あんまりこう書き急がない方が形の狂いとか、あんまりこう勢い込んで書きすぎちゃうと後から直すの大変だと思うんですが、ゆっくり書いていくっていうかね、ちょっとずつ書き進めていくと形の狂いが出にくいかもしれないです。はい、こんな感じで書いてみたんですけど、もうちょっと頭大きいかな。目の位置、顎の位置、目の位置、そして、頭のこのつむじの位置ですけど、このバランスですね。顔の面積、大きさに対する髪の毛の頭の面積というかボリューム、これ比べてみるとこんな感じかな。
でちょっとね首の先まで少し描いておきますね。首があって、この辺がちょっとパーカーみたいな、フードのついたやつがこんな感じでちょっとモコモコしていて、ふわふわしていって、こんな感じですかね。で同じくここも、ここから影の仲間、光が当たってないところ、ちょっと調子をつけておきます。で画面からこうはみ出るっていうか、あくまで今回この頭部、顔の部分をメインに描いていこうと思うので、ここから先はある程度端折ってというか単純化して、この辺までにしておこうと思います。はい、こんな感じでいいかな。でちょっとね暗い色入れてみます。今ずっとユニの 4B で描き進めてきたんですけど、この 4B の腹を使ってちょっと強い調子、色をつけてみましょう。今この作業は画面の中の暗い色というか暗い形がどこにどんな風に入るのかを見たい、確かめたいという作業なので、髪の毛とか首とかベタじゃなくて、暗い色面の形の塊で捉えていきます。こんな風にですね。今首からほっぺた、髪の毛、そして服もまとめて今暗い形としてひとまとまりにしていってます。こんな感じかな。はい、こんな風にまずねお膳立てをしっかりね整えていきます。どうしてもね目鼻口とかね描きたくなる気持ちをこうちょっと我慢して、まずは暗い形、明るい形で色でこう調子塗り分けてみる。でなんとなくこう全体の感じが見えてきました。でここから形ちょっと整えていきます。余計ないらない線を消しながら、光の当たっているところ描きすぎて、タッチをね線をいっぱい引きすぎてなんだか分かんなくなっちゃったようなところの粉調子を少し取っていきます。こんな感じかな。はい、ここはね顔のほっぺたの向こうの髪の毛が少し見えてるんですね。こんな感じかな。少し内側に巻き込んでいて、髪の毛の流れ、ウェーブの流れを見ながら、どっち向きに髪の毛が流れているのかを塊で見ていきます。はい、大体こんな感じかな。で、重要なところ行きましょう。はい、目鼻口ちょっと描いていこうと思います。まず鼻からいきましょう。鼻の頭はお団子みたいなもんなので、丸々丸と書いていきます。リンゴとか球体とか書いてた時と一緒なんですけど、光が当たって影ができる時に一番その境目ですね。光と影の境目が一番強くコントラストが濃く見えているというか、はっきりして見える。なので鼻の頭を描く時にはこの先端部分、ちょうどこうお団子みたいになっている鼻の頭から小鼻にかけて、この部分ですね、この部分の影をしっかりと描いてやると、鼻がつまめるような感じにで飛び出て見えるっていうかね、なってくると思います。鼻ってね、形を描くの非常に難しいと思うんですけれども、常にこう球体がここにの先端にね、ピエロじゃないですけども球体があるっていうようなつもりで意識で描いていくといいのではないでしょうか。そしてポイントはね、この鼻の頭の影がほっぺた、そして鼻の下に向けてちょっとこう映ってるんですね。これは陰影の A です。影の、A の方ですね。 A の暗い形描いておきます。で鼻の下こうちょっと三角になっていて、唇はちょっと富士山みたいな感じですよね。真ん中がちょっとへこんでいて、向こう側、そして手前側、
唇のこの中心を先端にして左右に分かれる感じです。あと唇ちょっとね、肌の色に比べて色が濃いっていうか赤っぽいんですけれども、描く時のタッチの向きはこういうね、上から下へ向けて、唇のシワの向きに合わせて描いていくと結構それらしい感じが出ると思います。はい、ここが口の開くところ、中心部分ですね。でここから先が影の仲間、ここから向こうは少し光が当たっているので、今赤いっていう話をしましたけれども、明るい赤と暗い赤っていうかね、ここでちょっと左右でトーン、暗さというか明るさを分けて考えてみるといいでしょう。あと口の端結構重要です。この部分ですね、口の開く終わるところ、向こう側と手前側、唇の中心よりも向こうはちょっとしか見えてないです。手前はいっぱい見えています。そして下唇は正面向きの面と向こうの面、側面、3つに分けて考えましょう。ここが正面です。でここから左三角、右三角、こんな風にと、あと重要なのが唇の下のこの影ですね。意外にここね、忘れちゃうと顎が小さくなって幼い感じになります。下唇の下のちょっと引っ込んでるところ、結構強い影ができてたりするので、ここ見逃さないようにした方がいいです。で毎回同じようなことを説明してる気がするんですけど、こんな感じでね、今書いてみたらもうちょっとね、見下ろしてる感じですね。下唇の見え方がこんな感じかな。はい、どんどん直していきます。ちょっと上から見下ろしているので、ここ今6ミリくらいかな、下に下げてみました。はい、で唇のこの開くところは真ん中の膨らみ、左右の膨らみ、一応3つに分けて考えるといいと思います。あと唇の形に関しては結構個人差があるので、そのモデルさんの特徴的な唇の形をよく観察して描いていきましょう。唇の厚い人、薄い人、それぞれ様々な形あるので、それに合わせてあまりこう形をね、決めつけないというか、思い込みすぎないでよく観察して描いていった方がリアリティが出ていいと思います。はい、口の端、脇もちょっとね、影つけながら。はい、顎の先端ちょっと形整えます。で向こうの髪の毛が少し巻き込んでいて、手前の髪の毛があって、ここが首のラインですね。首もよく見るとまっすぐじゃなくて、ちょっとね、こう有機的な形っていうか変化があるので、見逃さないようにしていきましょう。でこの辺の髪の毛はちょっとシルエットで捉えておきますね。一本一本描くというよりも暗い形でまとめていきます。であと今回これなんかモコモコしたフリースのちょっと毛足の長いタイプのフリースのパーカーみたいな感じなので、そのモコモコ感もちょっと意識的に鉛筆の先でですね、ふわふわ描きながら捉えていこうと思います。こんな感じかな。はい、もう一回鼻に戻ります。小鼻描き途中だったんですけれども、ここもう少し整えていきましょう。鼻の穴なんですけれども、鼻の穴はこの端が内側に回り込む。ここですね、回り込む。でこの鼻の頭から来ているこのラインも内側に回り込む。こんな感じでしょうか。で向こうの鼻の穴はちょっとしか見えていないっていうか、鼻の穴じゃなくてその影が少し見えているだけですね。
はい、ここが陰影の A、影の形。鼻の下の影と陰と鼻の下に映る影 A と同じ暗さなんですけれども、区別して描いていきましょう。こんな感じかな。はい、ちょっと鼻の高さ出てきたでしょうか。目いってみます。はい、目もねこれ球体だと思って、まぶたって目の玉の上に乗っかっているというか、かぶさっている、カバーみたいな、ひさしみたいなものなんですよね。なのでこの左サイド影になっています。はい、ここが目、そして眼球。眼球もよく見ると真ん中黒い瞳、そしてハイライトが右上から入ってるかな。向こうこの辺の位置かな。で結構描きながら眼球の位置があれもっと上だったとか下だったとか、大きすぎた小さすぎたって言って直す場面も出てくると思うんですが、まず描いてみないとね違いがわからないんで、直す前提でしっかり描いてみることをお勧めします。私なんかも結構筆圧強めにしっかり描いた上で修正することよくあるんですけれども、書いて覚えていく方がいいんじゃないでしょうか。ちょうどね今のこの前髪が髪の毛に眉毛にかかっているので眉毛の位置が分かりにくいんですけれども、前髪の先端結構暗く強くこんな感じで筆圧少し強めに入れて眉にかかる感じを出していきます。はい、ここは影ですね。眉毛は見えないんですけれども、前髪が乗っかっている先端、ここ結構難しいですね。左右からこうウェーブが、髪の毛が右に左に流れているので、流れを塊で見ていきましょう。はい、目描きます。はい、まぶたで内側にぎゅーっと入り込んで、目の内側、ここ涙腺の部分は影になっています。で白目ってよく言いますけれども、真っ白ってことはほぼなくて、上まぶたの影が眼球に落ちてるんですね。なので白目っていう割には実は結構暗いトーンで描いていきます。で下まつげ、で上まつげ、上まつげ、自分側に向かってくるまつげって非常に描きにくいですけれども、どこかが正面があって、で右前に向けて、で左後ろへ向けて、下まつげもそうですね、手前に向けて、で自分に向かってくるところ正面、こんな感じでしょうか。で実は今これクロッキー帳ってあんまりいい紙じゃない粗悪な紙に書いてるので、ちょっと鉛筆の先が食い込んじゃってて書きにくいんですけれども、ちょっと頑張って先端を、際がしっかり出るように鉛筆の先を使って書いていこうと思います。ここは光が当たってるところですね。
二重の上側、先端、この部分結構重要なポイントになりそうですね。はい、覚えていますでしょうか。ハッチングって言われる鉛筆の線を束にした面の向きに沿ったタッチです。ちょうどこの光と影の境目、ほっぺたの一番飛び出ているところに少しハッチングをタッチを入れてあげます。影の中に入っちゃうともうそこから先は影の塊って感じなんですけど、この境界線境目の部分はちょっとねタッチを見せてあげると立体感が出ていいのではないでしょうか。はい、こんな感じで光の当たっているところをちょっと最後ね練りゴムで抜いて整えていきます。ここは影ですね。ちょっと影ができてる。そして髪の毛が内側に巻き込んでくるんと最後この辺ですかね。ここは光がちょっとだけ当たっている。ここまで描いておきましょう。あとねこのねつむじの部分というか天頂の部分ちょっとだけ最後に描いておきます。ここから髪の毛が始まって左右に分かれていくっていう始まるところというかね分かれるところ、天使の輪っかみたいなこうハイライトがピカッと光って入っているのでここは見逃さずにちょっとしっかり描いておきましょう。ここですね。これがぐるーっと左後ろから右奥へかけて並んで光が入ってくる。あとこの辺はねちょっと省略しておきます。こんな感じではいどうでしょう。今日は斜め上から見下ろしたこんな角度でちょっとね斜め上から見下ろした角度で描いてみました。はい、以上で今日の動画は終わりにしようと思います。また次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。